サムライチャンネル。皆さんこんにちは、サムライチャンネルです。今日はベアリングの交換とベアリングのグリスアップを行いました。先日オーガからベアリングを外した時に、一つがねちょっと引っかかるようなものを感じて、でもう一つはねちょっとグリスが切れてきていたのか、ちょっとね渋いなーっていう感じがしていたので、今回ねその交換作業と、グリスアップ作業を行いました。それベアリングを取り外していくんですけれど、結構ねこれ枠にこれしっかり入ってるんですよね。それでしたんで、私ね専用の工具みたいなの持ってないんで、あり合わせのものでね、外しているところです。あまり強く叩いてしまうと、ベアリングをね傷めてしまう場合があるので、ちょっと加減しながら取り外しをしたところです。こんな風にねケースの方はね結構綺麗でしたね。取り外しが終わりましたら、今度ベアリングのグリスアップに入るんですけれど、まずこの横のね、蓋と言ったらいいかカバーと言ったらいいか、この今外している部分なんですけど、先の細いものでね取り外しを行っているところです。で結構ねこれ薄いんで、あまりこうね一箇所強くこじってしまうと大きく変形してしまうので、少しずつねこう滑り込ませながら外しているところです。そして古いグリスをパーツクリーナーで、きれいにね洗浄して、きれいに清掃をしているところです。映像ではねもうだいぶカットしてしまったんですけど、3回ぐらいねパーツクリーナーで、きれいにしています。これグリスがないとねベアリングってね非常に軽く回るんですよね。こうベアリングを保護してくれる反面、抵抗にもなってしまう部分もあるのかなというふうに思ってます。続いてねグリスアップの方に入っていきます。私手持ちのグリスがね、この黒っぽいこのグリスしかないので、これを詰めてるんですけれども、このねベアリングに入れるグリスの量は、40% ぐらいの量がね、いいらしいです。それですんで片側からねこのグリスを入れてあげれば、反対側は入りませんので、自然に 40% ぐらいになるかなというふうに思います。視聴者の方からもね、このグリスがいいですよっていうおすすめのグリスを教えていただいたんですけど、非常にね価格が高かったので、結局ね手持ちのグリスを使ってしまいました。今回のグリスアップも非常にね久しぶりだったので、このグリスアップ作業もね3年か5年ぐらいでやってあげた方がベアリングが長持ちするのかなというふうに思いました。右側についていたこのベアリングなんですけど、右側の方はねこのグリスアップでねだいぶ滑らかになったので、またねガタつきもないんで再使用できるかなというふうに思ってます。ただ左側についてたベアリングはねもうねゴリゴリとして引っかかる感じがあるので、もっと早くねこのグリスアップ作業をやっていれば、ベアリングをね交換しなくてもよかったかなというふうに思いました。ただこのベアリングもね1個500円ぐらいで買えるので、両方変えてもねいいのかなと思ったんですけれども、使えるものはねそのまま使った方がいいかなと思いまして、今回は、このグリスアップ作業を行っています。グリスがね、詰め終わって、こう回転させてね全体になじませたら、今度はこのね蓋といいますかこのカバーを、はめていきます。非常にねこれね手で簡単に曲がってしまうので、はめる前にね手で真っ平らにこう慣らしてあげて、それではめてあげると、スムーズにはまるかと思います。そのグリスアップ作業だけだったらね、ケースにつけたままでもできたんですけど、なんかね外したくなってね外してしまいました。この外側もね綺麗に清掃して、元通りね、組み付けていきたいと思います。ケースにねベアリングを取り付けていく前に、グリスをね内側に薄く塗っておきたいと思います。これ塗っておくことで固着もできますし、次に取り外しの時にね、スムーズになればいいなというふうに思って、このグリスを薄く塗っています。ベアリングは裏表ありませんので、どちらの方向でもいいんですけど、片側だけね深く入ると斜めになってね、入りづらくなってしまうので、均一にね挿入できるように、少しずつ行っています。ベアリングを挿入するときに何かこう当てといてね、挿入した方が均一に入っていいのかなというふうに思うんですけど、とりあえずなんかもうめんどくさいのでね、ちょっとずつね周りを叩いていって、挿入をしているところです。この挿入作業は私も直接叩いてしまってるんですけど、
ベアリングやね、このケースが変形しないように、力を加減しながらね、少しずつ挿入していくのがいいかなというふうに思います。で、ベアリングがね、しっかり入るとこう、つらい位置になりますんで、このつらい位置になるまでね、しっかりベアリングを挿入していきます。それではベアリングを装着していきます。またね、グリスを塗布しています。それでベアリングはこのシャフトに先につけるのが、基本というふうになっています。このベアリングの取り付けに関しては、私もこのね、シャフトに先つけるのか、それともね、外側のケース部分に先つけるのか迷ってね、調べたんですけど、シャフトに先つけるのが基本となっているようです。で、シャフトへの装着はね、もうスコーンと奥まで入ってしまうので、奥まで入れて、このボルトでね、しっかりと締めているところです。ベアリングの装着が終わりましたら、いよいよね、オーガを取り付けていきます。前回ね、しっかりとグリスを塗っていたので、スコーンと奥までね、気持ちよく入りました。実はね、今差し込んだ部分には、カラーっていうのがついてるんですけど、私のオーガはね、もうちょっとね、錆びてしまったのかね、塗装の関係なのか、固着していてね、このオーガから取り外しができなかったので、きっとね、ポロンって取れてしまうね、場合もあるかもしれませんので、カラーを入れるのをね、忘れないようにしてください。私もね、視聴者の方からね、アドバイスをいただいて、自分のやつを見てね、あ、こんなとこにカラーがついてるんだっていうのをね、初めて知りました。それでね、それが取れなかったのでね、非常に今回は残念だなと思ってます。ただ無理に外してしまうと、カラーを傷めてしまうので、特に機能的に問題なかったのでね、そのまま装着をしているところです。それではね、オーガボルトの取り付けなんですけれども、これもネジ部分を外から刺して内側からナットですね。このネジのね呼び方なんですけど、よくシャーボルトなんて呼ぶ場合もあるんですけど、ホンダの説明書を見るとね、オーガロックボルトと記載されています。そしてこの機種の場合ね、工具が2つないと共回りしてしまいますので、このようにね、ラチェット式のね工具を持っていると取り付けが簡単にできます。もう私このね、カチカチカチっていうこの音ね、大好きなんですよね。続いてね、外側のケースを取り付けていきます。この部分のネジは、どれもね、みんな同じネジですので、とりあえずね、端から順番に、ネジを留めています。取り外しの際はね、もうインパクトで一気に外してしまったんですけど、やっぱりね、取り付けるときはね、ネジを舐めてしまったら大変ですんで、手でね、ある程度しっかりと締めていってから、工具で締め付けの方を行っていきます。それと今見ていただいているオーガサイドディスクですよね。この黒いね、丸いやつ。これとね、それとこの剥き出しになるようにできている、今取り付けを行っているサイドカバーですよね。この効果によってですね、除雪の時のね、抵抗を軽減して、硬い雪へのね、食い込み性がね、非常に良くて、作業中ですね、除雪している時にも方向修正が容易にできるといったね、機能を持っています。それですんで、前回の動画で行ったソリとブレードの高さ調節ですね。それをね、しっかりやっておけば、今回このオーガを取り付けると、必然的にね、この地面の部分とオーガの一番下の部分の高さが、一応8ミリになるといった計算で今作業を行っています。それとね、最近私ね、よく使うことの多いこのフレックスラチェットなんですけど、非常にこれ便利でね、ついつい使ってしまうんですよね。大きさもね、非常にちょっと小ぶりなんですけど、こう垂直にもね、回せますし、それからね、こんな風にね、90度回転させての締め付けもできるので、ちょっと本締めにはね、ちょっと向かないかなとは思うんですけれども、こんな風にね、仮止めぐらいまでだったらね、非常に早くてね、便利に使えます。仮止めが終わったらメガネレンチでね、しっかりと締め付けの方を行います。やっぱこのね、最後の本締めはメガネレンチがね、力の加減がね、一番こう分かりやすいですよね。このネジの締め付けってね、非常に難しいですよね。いつも思うんですけど、締め付けすぎも良くないし、かといってね、締め付けが甘かったらネジがね、緩んできてしまいますので、何回やってもね、このネジの締め付けっていうのは難しいなというふうに思っています。それではね、反対側の方もね、装着をしていきます。これもね、スコーンとね、気持ちよく入りました。
で、こちら側もね、カラーがもう外せない状態だったので、気にせずね、もうそのまま装着をしています。装着が終わったら、サイドカバーを取り付けます。さあ、オーガの高さはどうでしょうか。バッチリですね。このようにソリが設置した状況で、オーガの下の部分が8ミリ、そしてスクレーパーが3ミリというセッティングができました。ここが狂っていてはね、オーガを下げた時に、地面とね、ガリガリこう削れてね、ちょっと不快な音がしてしまいますんで、このようにね、しっかりと、整備しておくと、次のシーズンにね、気持ちいい除雪ができるかなというふうに思います。そして外したついでだったので、塗装もね、改めて行いました。やっぱ外してね、塗装するとね、こう綺麗に塗れますよね。これでね、保管前の整備は全て終わりましたんで、今シーズンのね、除雪機動画もね、この動画を持ってね、しばらくお休みしたいなというふうに思います。そして次はですね、ちょっとお掃除動画を上げた後にね、草刈り動画にね、フォーカスをしていきたいと思ってますんで、引き続き応援の方よろしくお願いします。